こんにちは、りょういるギターです。今回はフェンダージャガーが嫌いになる動画やっていこうと思います。というのも、以前アップしたフェンダージャガーが好きになる動画、こちらにてコメントいただいてまして、嫌いになる動画を作ってくださいと。なるほど、そうきたかということで、今回動画をですね、作ってみました。リクエストにお答えするのがりょういるギターのいいところだと思っているので、こういったリクエストどんどんね、寄せていただければと思います。まあ、ジャガーな嫌いなところ、改めてこう考えてみると、結構ありますね。皆さんがご存知な部分もありますし、20年近く弾いてきて、わかる部分も当然あるわけで、そうしたところ、嫌いなところをまとめて、いろいろおしゃべりしていこうと思います。それでは早速行ってみましょう。さあ、というわけで嫌いなところ。まず一つ目パッと思い浮かぶのが、やっぱり、バンドやってるものですから、ジャガーとかをね、ステージで使うと、高確率で言われます。ニルバーナ好きでしょ？好きだけどさ、好きで使ってますよ。きっかけはそうでした、僕も。なので、そうなんだけど、大概言われるんですよね。ニルバーナ好きなんですか？これね、結構ね、鬱陶しい。正直。話の流れでね、来てもらうにはいいんですよ。ニルバーナ好きなんですかって。でももう、開口一番に、ニルバーナ好きなんですか？ジャガー使ってたんで。みたいなこと言われると、そうです。そうなんです。ですけど、ね、っていう感じが、するんです。これ今までの経験も何度もあるので、それほどカート・コバーンイコールジャガーっていうイメージはもうがっつりついてるんで、致し方ないところではありますね。これがまず最初の、嫌いになるポイントになるかと思います。で、実際弾き心地、ショートスケールなんで、通常であれば結構ふにゃふにゃっとした音になります。聞いてもらうと結構パキッとした音なんで、いいじゃんって思われると思うんですが、改造点としてこのバズストップバーという、ものと、ブリッジをムスタングに変えてます。これでだいぶ改善されてるんですね。このバズストップバーというのが、弦のテンションを稼いでくれるわけです。このテンションを稼ぐことによって、ふにゃふにゃっとした弾き心地、そしてチューニングの狂いというのを改善させてくれる。あと、さらに言うと、ジャガー特有の弦落ち。このバンバンバンって弾いてると、弦がブリッジのコマから落ちちゃう。これをですね、防いでくれる役割があるんですけど、弦が落ちるんですよ。多分、張りがないんでしょうね、この圧が、ブリッジに対する。で、弦が落ちちゃう。これもね、最悪。ジャガー弾く人って、正直結構歪ませでガンガン弾きたいタイプでしょ？そんな人が使うギターが弦落ちしてたらもう話になんないっていうところで、これはやっぱりダメなところですね。間違いなく。で、他に嫌なところといえば、そのショートスケールなんで、弾き心地はレースポール、ストラトともやっぱ違いますし、あとね、サスティンがない。本当に。本当にもう、短いんすわ、サスティンが。だからここでバン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 って弾くと全然気にならないんですけど、ソロプレイとかになると、本当なんかもう全然伸びないから、早弾きなんかやりたい人にはもうまず無理、これは。このギターじゃ無理、早弾きは。なので、そうしたところもやっぱりちょっと嫌なところかな。かなりプレイが固定されていくというか、幅は狭いです、プレイの。なので、おすすめはできない。というところ。で、あとは、サウンド面で言うと、やっぱりジャガーっていうのはパキパキしてます。それこそ本当サーフミュージックやるために生まれたギターなので、テケ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 っていうね、ベンチャーズ的なやつ。ああいうのをやるための、ギターだーっとしてフェンダー社が出したものなので、やっぱ音はちょっとペケペケしてます。うまくできませんが、ペケッとしてるんです。
なので、ペケペケっとした音が、まあ、狙いだという人であれば、全然いいんですけれども、意外とね、イメージが、ジャガーってこう、シューゲイザーとかグランジとかなので、もうちょっとね、張りのあって、こう、迫力ある音かなって、イメージされる方もいると思うんですけれども、決してそんなことはない。ペケペケです。で、厚みもあんまないかな。そうしたところではあります。はい。歪ませるとどうなのかっていうところですよね。皆さんもジャガー歪ませたいでしょ、そりゃ。もう結論から言います。羽織ります。もうこのね、ピックアップのこのヨークっていうこのギザギザの、金属のプレートというか、そういうのがついてるんですけど、これがジャガーサウンドの肝と言われるところなんですが、こいつのせいで、すごく、拾うんですよね。シングルコイルなのに、また余計に音拾っちゃうんで、キーンです。ちょっとやってみましょう。今、バルブステートの、ドライブチャンネル使ってますけれども、もう、ひどいもんすわ。アンプの歪みでまあ、原因のレベルにもよるんですけど、基本的に羽織るもんだと思ってもらった方がいいと思います。羽織との戦いなんですよね。やっぱりジャガー使いたい人って、それこそマフとか、ね、ファズ、まあ、あと DS 系とかサンズアンプとか、まあね、歪みの深いものを使いたいっていう人が結構多いと思うんですけど、羽織ったりとか、音潰れちゃったりとかで、はっきり言って使い物にならないことが多いんです。しっかり研究していかないと。まあ、ボリューム5、6、7ぐらいの羽織らないギリギリのところだとか、あと、ステージ上だとその羽織らない位置とか、立ち位置ね。立ち位置を、探すとか、そういうことをしていかないと、もう羽織って本当にきつい。それはもう本当にジャガー歪ませたいのに歪ませられないよっていう、もどかしさでもあると思います。だからもうね、めんどくさい。ほんと音作りが。こうしたいのにこうできないっていうのが結構ある。それがジャガーの嫌なところ。歪み編の一番ですね。まあ、あとどうでしょうね。歪ませるともう、ハウル、ノイズ、それぐらいかな。で、歪ませてもやっぱりサスティンはないし。あんまりね、サスティン伸びないから、やっぱりプレイは限定的だし。ただ、サウンド自体はね、やっぱかっこいいんですよ。シングルコイルでもかっこよくない？本当はね、ハムバッカーにして、カート小判仕様にしたいっていう気持ちもなきにしもあらずなんですけど、まあシングルでね、十分かっこいい音出ますし、やっぱりシングルのジャガー持ってる俺っていう、ところがね、かっこいいじゃんっていう。そう、ジャガー持ってるやつって、そういうところがあるのが一番デメリットじゃないですか。なんか、俺、かっこいいじゃんっていう。なんか他人とはちょっとちゃいますみたいな、そういうところが実は一番のデメリットかもしれませんね。ジャガー持ってるやつはちょっとめんどくさいやつかもしれないという。まあ、そういう結論が出たというところで、今回、フェンダージャガーが嫌いになる動画ということで、動画作ってみました。どうですか？嫌いになりましたか？むしろ好きになっちゃったんじゃないっていう気もするんですけど、まあとにかく長年使ってきて思うのは、そのデメリットもありつつメリットもいっぱいあるんで、すごく好きなギターなんです。楽しいし。弾いてて飽きないというか、やっぱりジャガーでライブやりたい。ジャガーで弾きたいっていう気持ちがあるんですね。なのでこの動画を見て、やっぱジャガーいろいろ嫌なとこあるけど、弾いてみてえなっていう人がいたら嬉しいですし、そもそもリクエストをくれた方がこれを見て、やっぱジャガーいらねえわ、買わねえっつってなってくれることを、表向きでは祈りつつ、本心ではジャガー買いなさいよっていう気持ちで動画をアップしました。さあ、皆さん今回もご視聴いただきありがとうございました。ね、チャンネル登録くれると嬉しいし、いいねくれると嬉しいし、コメントもらえるともっと嬉しいです。なので、ぜひともよろしくお願いしたいところであります。まあね、料理ギターチャンネル週1もしくは2ぐらいで動画アップしてるんで、
チャンネル登録しとくとね、いろいろあるんじゃない？それに動画の本数も溜まってきましたしね。お時間ある時にぜひ見てください。さあ、そんなわけで今回、フェンダージャガーが嫌いになる動画、いかがだったでしょうか？他にもいろんな企画やっていこうと思うので、ぜひともご期待ください。それでは、ありがとうございました。